皆さんこんにちは。今日は卒業生合わせて留学生50人にアンケートを取った結果をご紹介したいと思います。それでは1つ目の質問です。あなたはひらがな、カタカナ、漢字どれが一番好きですか？ひらがな。ひらがなです。漢字。ひらがなかな。漢字ですね。漢字です。漢字です。結果はこうなりました。そうですね。漢字が一番多くて 52%、ひらがなが 30%、カタカナが 4%、ないが 10%、その他が 4% でした。一番好きなのが漢字って個人的には驚きましたね。どうしてかっていうと、札幌ランゲージセンターで勉強している学生はいつも漢字のテストの前とか「あ、先生今日は漢字のテストがあります、嫌です、わからないです、漢字難しいです」とかよく聞きますから、私は皆さんが漢字あまり好きじゃないかなと思っていました。だけど好きなんですねびっくりですね。漢字がどうして好きなのかっていう理由も聞いてみたんですね。漢字は自分の意味がありますから。ひらがなは長い言葉書いて、その漢字はもう短くなる。ああ、そうか。便利です。はい、便利です。漢字の書き方綺麗です。日本語はいろいろなひらがな長いから、でも漢字をまとめてるからすぐ意味が分かってるから一番好き。漢字が好きな理由として一番多かったのは、漢字は面白いでしたね。その文字一つを見たら意味がわかるから面白いですとか、例えば水は山水とかね、こんな風にイメージを形にしたのが面白いですって言ってる学生さんもいました。あとは母国語と全然違う文字なので面白いです、漢字は美しい、かっこいい、わかりやすいですっていう声もありましたね。ひらがなが好きな人の理由は、簡単だから、日本語ならではの文字だから、丸くて可愛いからという声がありました。中には漢字やカタカナは縦と横の線が多くて真面目すぎる感じです。ひらがなは丸くて滑らかな線で芸術的と話してくれた学生もいましたよ。次のアンケートの結果を見てみましょう。次の質問は、あなたはひらがな、カタカナ、漢字どれが一番嫌いですか？どれが一番嫌い？カタカナです。カタカナです。カタカナ。カタカナです。はい、というわけで結果はこうなりました。カタカナが一番多いんですね。58% もいますね。で、2番が漢字 26%、3番がひらがな 12%、国籍関係なくカタカナが嫌いですっていう意見が一番多かったです。個人的にはいや、多分漢字一番嫌いかなと思ってたんですけど、カタカナですか。そうなんですね。理由を聞いてみました。カタカナは英語から、それで私は英語はあんまり上手じゃないから、それでカタカナはいやこれはどんな意味かわかんない。それでいつも調べて読んでも理解できない時が多いから。ユーモアとか、ユーモア、英語だったらヒュームっていうまあなん確かにだから、それがなんか30秒ぐらい考えてた。なんだろうユーモアって。確かにね。そういうところが、そう。そしたら伸ばし棒はいつ入れるかどうかわからない。難しいんだ。今のインタビューのようにですね、カタカナは文字を読んでも意味がわからない。英語など元々の発音と全然違います。分かりにくいっていう声が多かったですね。他にもカタカナは全部同じに見えるとか、あと読みづらい、カタカナで書いた外国語を見ると頭が痛くなる、カタカナを勉強すればするほど英語の発音が悪くなりますとかそういう意見もありました。そんなに手強いんですね、カタカナ。外国の人にとってはとても難しい文字なんだなっていうのを今回のアンケートで実感しました。日本人の私からするとカタカナはとても便利っていうイメージがあります。なぜかっていうと、その海外から入ってきた新しい言葉ありますよね。
聞いた音を書くっていう手段としてカタカナはとても便利です。とりあえずよくわかんないやつは全部カタカナで書いちゃえっていう使い方をしますね。2番目の漢字が嫌いな人の意見は読み方がたくさんあって覚えられないとか、あとは書き順が難しいとかがありました。そして数少ないひらがなが嫌いな人の理由なんですけれども、和語の表現が覚えにくいからという意見や、ひらがなだけで文章を書くとスペースがなくてとても読みづらいっていう意見がありましたね。確かにそれはその通り。それ言ってくれたのがね、韓国人の学生だったんですけど、確かに韓国の文字とかって読みやすいようにスペースがありますよね。でも日本のひらがなとかカタカナって点とか丸はあるけど、どこからどこまでが単語なのかなっていうのが確かに分かりづらいかなと思います。やっぱり漢字が入った方が日本語は読みやすくなりますよね。今日は留学生の皆さんの日本語で好きな文字の種類をお伝えしました。皆さんはどうですか？ YouTube のコメントでぜひ教えてほしいです。バイバイ。チャンネル登録はこちら。